燃費のいいところ、燃費の素晴らしいところとかもね、取れたので、あとは、価格のいいところ、価格面すごいよねっていう話で、さあ今ね、ちょっと運転支援の入れてみました。結構ね、ヤリスクロスね、なかなかこのね、運転支援のね、細かなところが進化してるんですよね。なんか一番安心して使える。装備面で言うとシート。このモノフォルムタイプというグレード X についてくるシートは、あんまり良くないです。クッションのせいでね、振動を打ち消してくれるところが、振動を吸収してくれるところがもう少し、さらに商品力として分かりやすい装備とかね、分かりやすい何か、このメーターとか、そういった部分はね、しっかり以上に充実していると。で、その代わりに、乗り味に関しては、どうもヒラリーです。この辺で映ってるのかな、すいません、ちょっとね、今日もカメラをセットしてからのスタートなので、今日はね、このヤリスクロスの価格と乗り味というところで、2025年式のヤリスクロスハイブリッドグレード X になります。サイレンカグレードということで、お値段は243万円。すごくね、お値打ちありますよね。フルハイブリッドで、燃費性能は普通に乗っていても、20キロは行くような感じ。自分が今日ね、百数十キロ走ってきたところで、多分30キロぐらいはね、出てるんじゃないかと平均してね。そのぐらいの燃費性能です。じゃあ走り出します。と言ってもね、もうほんと、今日これで動画撮るの3本目で、さっきね、燃費の動画、撮って、燃費のいいところ、燃費の素晴らしいところとかもね、撮れたので、あとは、価格のいいところ、価格面すごいよねっていう話で、今ちょっとして、あと乗り味かな。乗り味、どうしましょう。ちょっと装備とかね、カタログスペックの話ちょっと先にしちゃいますね。装備面ね、あともう一つ見えにくいところで、PDA というプロドライビングアシストか、最近トヨタがね、売りにしてる機能がついています。今日使って走ろうかと思ってるので、とりあえずついている。2025年式、いつからでしたっけ ?2023 年ぐらいからかな。内装で、エアコン操作部の周りが光沢パネルになったりとか、メーターがね、見やすいものになって、内装の組み付けも今までのヤリスクロスで気になっていたところがしっかりしたりとかね、変わっています。燃費の話で言うと、このヤリスクロスはカタログ燃費でね、いくつのパターンがあります。例えば X が 30.8、G が 30.2 で Z が 27.8。すいません、そこぐらいまではね、覚えました。WLTC モードでね、グレードによる差、同じ 2WD モデルで見ても、このぐらい差があります。結構大きいですよね。Z はタイヤが18インチになって、いわゆるバネ下が重くなる。そうすると、走り出す0キロから1キロの最初の瞬間とかでね、抵抗が増すとか、それもありまして、そういう関係なのかな。あとはちょっとわかんない。車重が30キロしか変わらないんですよね。一番ベーシックなこのグレード X が1170キロ。対して Z になってもプラス30キロということなので、なんかその間に区分があるのか、係数が違うのか、もしくはそうね、タイヤの差といったところになるんでしょうかね。カタログ燃費でね、2キロ以上差があります。で、そうだね。装備面で言うとシートは、このモノフォルムタイプというグレード X についてくるシートは、あんまり良くないです。もう本当に最低限。滑りやすくて、前のね、レビューの時に、スルッと乗りやすいよっていうね、ことを言ったのを覚えています。ちょっと苦肉の策というかね、自分なりにいいところを見つけたつもりでして、でその代わりに、弱点もいて、滑りやすくて、体が安定しない。ちょっと疲れやすい。それから、クッションのせいでね、振動を打ち消してくれるところが、振動を吸収してくれるところがもう少し。さらに、シートバッグに関しては、出っ張りとかね、体の当たる部分がちょっと
今一ついつものトヨタのシートじゃないよねっていう感じ。もうこれだけだね。トヨタのいろんな車がある中でみんなねシートを自分の体にはこれがいいねって思うところが盛り上がっていたりしてね。これどっちだ、こっちか。ほんとねトヨタのシートいい印象強いんですけれども、見た目じゃなくてね座った感じでいい印象が強い。でこのモノフォルムタイプのねヤリスとかヤリスクロスのシートはちょっといまいちですかね。なので10万円プラスすると G になりますから、そっちの方がいいですかね。リアシートもそうです。リアシート座り心地とか、あとこの肩のあたりのね圧迫感もちょっとね気になりますから、モノフォルムではなくていわゆるセパレートという普通のシートを選んだ方がよろしいかなと。グレード G ですね、そっちはね。スノーヤリスですとグレード G でもモノフォルムでプラス8万円ほど出さないとシート変えられないんですね。でそうこうしてると結局ヤリスクロスのお値段になっちゃいますから、といったところでねヤリスクロス G に一番お得感あるのかな、もしくは近所しか乗らなければナビなしのね99,000円マイナスっていうのは大きな魅力ですよね。でハイブリッドだと減税もありますし、じゃあ乗り味行きましょうか。もうくねくねのところ終わっちゃうね。一言で言うと、乗り心地、ハンドリング、そうね、エンジン質感あたりはやっぱり気になるところがある。あとブレーキもそうだね。でいいところはブレーキで一ついいところと、ハンドル周り細かい進化が感じられたりとか、右足に関する部分、ここはすごくいいね。パワーの出方とか、離した時の減速の仕方とか、それから3つあるねドライブモードそれぞれで良さがあって、それぞれで嫌なところがうまく消されている。むやみにメリハリとかだけね強めたドライブモードではない、もしくはむやみにエコ性能だけ求めたドライブモードではないっていったところがねすごくいいです。もうここだけでねニコニコになれる。これは燃費の動画の最中で語っています。でハンドリングの話だね。ハンドルはちょっと中心付近はちょっと曖昧です。今日乗るとそう感じる。で拳2個ぐらい切ったところで効きが強くなる。でここがちょっと唐突なのが一つあります。すごいねダイレクト感増すっていうかソリッド感出てくるんですよね。素早くクッとね、ちょっと後ろ車いないんでこのくらいやるとグイッと入っていくところがある。で今日の車はフロントサスペンションが柔らかく感じられて、リアサスがね結構張ってる感じです。もうガツンってくる感じでね、ガツンは来ないですね。ガツンじゃなかった、ゴワッとねリアサスの方が硬い感じで、これがそうねフロントが動くんですけれども、それもだが効いてるような感じね。ワンテンポ置いて重みが乗ってグッと効き出す感じっていうのがフロントが柔らかいからすごくね感じやすい。ホンダ車と同じような感じって言ったら一番わかりやすいかな。強く素早くとかね大きく切るときはそんな感じで、そーっとね中心付近だけ使って走ってるときは、直進性とか細かい操作の反応は、ちょっと今一つかなと。ここら辺が多分ね18インチに合わされてるんじゃないかなって思います。やっぱりタイヤねいくら重くなると言っても厚み薄くなれてね、タイヤとの直進時のグリップ力も増しますから、これね意外と重要で、燃費とねどこでトレードオフしてるかといったところで、多分ねこの辺のね打角の小さいところの反応はそっちが良くて、それに合わされたセッティングじゃないかなっていうのを感じます。それ考えるとねちょっと16インチの方は割を食ってるというか、切った時に唐突感があると、これは前乗ったラブ4とかでもね感じていまして、大きいタイヤにね合わされていて、結局大きいタイヤがゴムが柔らかかったりとか燃費以外の部分でね18インチの方がいいんじゃないかなっていうのはねたびたび感じるところです。ゴムが厚くて空気が大きい方が有利というところもありますけれどもね、
ガッツンとくるような大きい段差、くぼみにタイヤを落とした時とかね、もしくはドカッドカッと目に見える段差でガッツンとくる時とかは、タイヤの厚みがある方がいい傾向が強い。でもこうね、そういうところって実際の 1% ぐらい、99% はこういう平らに見えるところを走っていますから、そういう時はね、やっぱりいいタイヤの方がいいような気がします。実際このね、16インチタイヤはもう、この辺でもうゴツ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 、ほんとね、よく拾います。平らに見えるのにね、これ平らじゃないね、路面のうねり。ちょっと車揺れるんでね、ゆっくりにしないと、カメラもね、今日ちょっと揺れやすい固定なんですよね。もう仕方なくて。サスペンションが、ちょっと車が動きやすい、フロントが動きやすい、ブレーキでも沈みやすい、クッとね、沈みやすくて、でもリアがこってくる。そんなバランスでいて、乗り心地は細かいゴツゴツをね、よく拾う。仕方なしというかね、全部求めるんだったらカローラクロスにしようよと、してくださいになるのか、お値段だいぶ高くなりますからね。以前だったら、カローラクロスのガソリンモデル、これが210万円スタートであって、ヤリスクロス買うならカローラクロスの方がいいでしょってね、乗り味だけに絞ればそこに良さがあると。燃費はね、相当落ちますけれども、乗り味で言ったらカローラクロスという選択肢がありました。でも今カローラクロスが、ガソリンモデルがなく、カメラの向こうとしたらね、青だ。ガソリンモデルね、なくなっちゃってね、カローラクロスがハイブリッドモデルだけになって、実質的にね、値上げが大きいと一緒ですよね。いくら売れる売れないじゃなくても、そう、こういう廉価グレードと一緒です。売れる売れないじゃなくてね、価格を上昇を抑えるためにもあってほしかった。でもなくなっちゃいましたからね。なので、おいそれとカローラクロスにすればいいよって言えなくなりました。じゃあ、ということで、別のライバル見てみましょうか。別のライバル見てみると、WRV、ホンダ、それから、クロスビー、スズキ、あと、フロンクス、スズキ。ベゼルなんかはね、だいぶお値段上ですからね、今ね。なので、ちょっと、でもそうか。ヤリスクロスもアドベンチャーとか買うんだったら、ベゼルと変わんなくなりますからね。サスペンションの質で言ったら、ベゼルの方が上手かな。あと、パワーユニット、エンジンのね、静かさ、滑らかさで言っても、ベゼルとかになってきますかね。そしたら内装もとかになってきますから、ヤリスクロスの上級グレードは、パワーシートというのが一つメリットだったりして、あと運転支援とかかな。なかなかね、U ターンしたら逆行とか難しいですね、この時間ちょっと道選びがね。この先曲がりますから、ヤリスクロスの上級グレード、今度、ライズハイブリッドは比較します。前乗った時比較やんなかったので、ちょっと話飛び飛びですね。ちょっと一回カメラ止めますね。さあ、そしたらね、ここ見ても、今出てる数字で言っても 29.8 キロ最新値とかなっていますしね。ちょっとあとこの50キロってびっくりする数値はさっき別の動画でね、ちょっといい燃費だったので、全力で燃費走行した時のね、ものです。で、あとね、ここ綺麗になってね、かっこよくなってますよね。前のはよくあれこれ言われたトヨタのちょっとね、ポップすぎるような、200万円もするような車にね、似つかわしくないような絵でしたけれども、今すごくかっこいいです。で、ちょっとね、走り出す前に、グレードと価格の部分でね、ちょっと紹介させてください。このヤリスね、ごめんなさい、ヤリスクロスね、いつの間にかグレードいっぱいあって、人気車らしい感じでね、すごく増えています。ちょっとメモ見て読み上げますね。まずグレードは、X、U、G、Z、アドベンチャー、GR スポーツってあります。ここだけで6種類ですね。あと、特別仕様車がね、もう1個ありますね。で、このうち U というのはキント専用です。X243 万円、U247 万円、G255 万円。このあたりはね、価格差が10万円の範囲で近いです。主力は多分 G の255万円になるのかな。
この辺でね、最低限欲しいものは何でもついてくるのは G になります。で、その上の Z になりますと290万円。で、アドベンチャー300万円、GR スポーツ303万円。ここはここでね、一つ区分があると。つまり、X か G が一つの区分で、Z アドベンチャー、GR スポーツ。この3つがね、もう一つの区分みたいな感じで、大きく2つに分けられているみたいな感じですね。あとはキャラクターで選べばいいんじゃないかと。ちなみにこの X でも、装備良くて、ナビついてますし、ETC も標準ですし、オートエアコンですし、メーターはほぼフル液晶って言ってもいいような感じのメーターになっています。いつからかな、これ。前のデビュー初期のモデルはね、二眼式の感じでかっこよかったですけれども、離れていてね、二つのメーターが離れていて見にくかったりとか、こうやって自分の手とか顔がね、映り込んじゃったりとか、反射が目立ったりとか、実用上はね、あんまり良くなかったです。とにかくかっこよかった。で、今度のは一眼式で、情報が集約されていて、すごくね、見やすくなっています。どっちがいいかと言ったら、乗りやすさで言ったら、こっちのね、2025年式の方でしょうかね。で、あとね、今日の車ですと、ここに USB 端子2つついてますし、HDMI 入力もあって、運転支援もね、標準ですね。200万円ぐらいの車ですと省かれることも多くて、実際スノーヤリスですと、下の方のグレードは省かれますけれども、G でも省かれるか。ヤリスクロスだと X でも、前走者追従型クルーズコントロールがついていますし、使いやすいスイッチになっていますし、そうね、停止状態から使えるものです。そう、なのでね、足らないのがハンドルの革と、それからシートがね、すごく良くない、滑りやすいし、ちょっとね、このあたり後で乗りながら話していきます。ということでね、そうだ、もう一つ。このグレード X は、ナビレディパッケージというのがマイナスオプションできるんですね。マイナスオプションっていうのは、省いて値段を下げられる。で、これによって99,000円安くなります。これね、今の時代にすごく嬉しいですよね。ヤリスクロスの魅力語る上で価格はね、どうしても外せないところ。で、243万円から99,000円引くことも可能というところがね、一つ大きなポイントです。別にこれ選ぶ人がいなくてもいいんです。他のメーカーみんながね、価格下げようと、なるべく物減らして下げようっていう意識がね、で、クラスに合った価格を守っていこうと、お金出してもっといいものが欲しい人は一つ上のクラス買ってよっていうね、今まで作られてきた、このピラミッド構造のいいところをね、しっかり守ってほしいのもあって、これね、ヤリスクロス大事だと思います。そうね、ヤリスクロス価格面とか見える部分の、目を引くところ、この辺のね、アピール、商品力はね、すごいです。っていうのは、最初の話で、乗り味に関しては、右足に関する部分がすごく良くて、で、ハンドル周りは、戻してくるところが強かったり、利きの弱いところから強いところまで、そうね、ちょっとつながりが今一つだったり、ただ、グッと回せばね、すごく効きは良くて、現代的で。で、あと細かいこと言ったら、上級グレードの方がいいんじゃないかと思うところがあって。で、ブレーキの話かな。そうか、ちょっと乗り心地まとめますね。乗り心地は、ちょっとね、タイヤの硬さとか、サスペンションの抵抗感のこのポコポコっていうのがずっと続いて、で、ガツンとくるときは衝撃としてはそんなに伝わってこないですけれども、揺れます。車がね、結構揺れる。フラット感が低いって感じかな。さあ、今ね、ちょっと運転支援の入れてみました。結構ね、ヤリスクロスね、なかなかこのね、運転支援のね、細かなところが進化してるんですよね。ぐーっとね、唐突に出ていかず滑らかに出ていくというトヨタ車のいいところが、なんか、さらにアップしたような感じで、あと停止中にね、設定速度をコントロールできる。最初に速度をね、調整しておける。
今コーナー手前で勝手に減速もしましたね。また減速しちゃう。なかなか前の車は無理に追っかけていかない、速度優先より快適性優先っていうところがね、感じられます。で、あとね、さっきハンドリングの話って言ったか言わないか、下り坂で減速して、それは当然か、加速したりしますけれども、止まりますね。なんか一番安心して使える運転支援系かなとね。繰り返しになっちゃいますけれども、ヤリスクロスはこういうね、最近の流行の装備がついているっていうのが解除しますね。一つポイントですかね。それで値段が抑えられている。で、その代わりに乗り味に関してはちょっと厳しいところが、乗り心地と、ブレーキは1日乗っていたら100数十キロ走っていたらもう慣れましたけれども、このハンドルの切っていくところは軽くて、戻してくるところはクーッと戻っちゃう感じ、反力の強さ、ここはね慣れないですね。反力の強いのが悪いと言ってるわけではなくて、切っていくときはね中心が軽くて、で切り込む量が増えたら重くなる。これタイヤがね、フロントタイヤの抵抗、タイヤが横向けば向くほど抵抗増しますから、ハンドル重くなるのは当然で、同じようにこの戻してくるところもね、打角の大きいところは早く戻ろうとする、もしくはそういうね戻ろうとする力を手に使えていくのは当然。でも中心に行くに従って戻る力が弱くなるっていうのはね、それが普通だと思うんですよね。でもそうじゃなくて中心までグッと戻っちゃう、ここはねちょっと慣れないかな。そんなところでね、乗り味に関しては今一つ、その代わりに商品力として分かりやすい装備とかね、分かりやすい何かこのメーターとか、そういった部分はねしっかりというかしっかり以上に充実していると、このあたりがいいですかね。あとね、このグレードですとヘッドライトが多分ハロゲンだと思うんですよね。赤いです。 LED じゃないとしたら、ちょっとそこがねオプションの可能性はありますといったところですか。次回ね、内装とか含めて乗り味のまとめた印象なんかを述べていこうかなと思っています。すいません、また次の動画でよろしくお願いします。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。